オーストラリアに多く生息しているカンガルー。カンガルーといえば、コアラと並んでオーストラリアのシンボルとなっています。カンガルーのイメージは、高く遠くにジャンプして素早く移動する姿や、お腹の袋に赤ちゃんを入れて育てている姿が想像できますが、実はカンガルーは上手に泳ぐこともできるのです。カンガルーは両足を揃えてジャンプして移動します。歩くときも両足を揃えて移動し、通常は足を交互に動かして歩くことはないそうです。しかし、泳ぐとなると、両足を左右交互に動かしてバタ足で泳ぐのだそうです。多くのカンガルーが生息するオーストラリアは、大陸の気候が乾燥していることから、熱が溜まりやすく、自然発火が起きやすい地域です。そのため、大規模な山火事などから逃げるために、カンガルーは泳げるように発達していったのではないかと言われています。そんな泳ぎが得意なカンガルーですが、時にうまくいかず溺れてしまうこともあるようです。そこで今回は、オーストラリアで救助されたカンガルーの話をお伝えします。オーストラリア・キャンベラにある湖の浅瀬で、一頭のカンガルーが動かずにじっとしているのを地元住民が発見しました。目撃者によると、助けを求めているように見えた、とのこと。男性2人が湖から救出すると、カンガルーは安心したのか、男性の手をぎゅっと握りしめました。キャンベラ中心部に位置するバーリー・グリフィン湖でのことです。ある日の早朝、ランニングをしていたニック・クローサーさんは、コモンウェルス・アベニューブリッジ近くの浅瀬で、一頭のカンガルーを発見しました。カンガルーは動かずにじっとその場にいたようで、ニックさんは、ただそこに座って震えていてかわいそうだったよ。カンガルーが何を必要としているのかはわかりませんでしたが、助けを求めているようでとても悲しそうに見えましたね。と話しています。オーストラリアは冬が終わったばかりで、早朝の気温は低く、水も冷たかったといいます。寒さで動けなくなっている可能性もあり、野生動物の専門家に連絡したものの、ニックさんは周囲にいた人々と協力して、このカンガルーを救出することにしました。当時の様子を現場に居合わせたデイビッド・ボイドさんはカメラに収めていました。ニックさんともう一人の男性が浅瀬でじっとしているカンガルーを怖がらせないように腰を落としてゆっくりと近づきました。カンガルーは人が近づいても逃げようとしませんでしたが、少し警戒している様子でした。二人に体を抱えられると驚いた様子を見せましたが、持ち上げられても大きく暴れることはなく、二人に身を任せていました。岸に近づくと待機していた別の男性が手伝い、カンガルーは無事に岸へ引き上げられました。普通なら一目散に走り去ってしまいますが、カンガルーは岸にいた男性の手を取って、その場を動かないでいました。そしてニックさんが岸に上がると、カンガルーは自らニックさんの手をしっかりと掴んだのです。これを見た撮影者のデイビッドさんは、カンガルーはお礼をしているみたいだね、と感激した様子でコメントしています。ニックさんがカンガルーの頭を撫でようとしますが、それでもカンガルーは逃げ出そうとはしませんでした。その後、このカンガルーは30分ほどその場にいて、元気を取り戻すと走り去っていったそうです。ニックさんは、カンガルーはお礼をしていたと思いたいですが、おそらく少し混乱していたのでしょう。と話しています。同じ状況に置かれたら、誰だって同じことをしたと思います。と話すニックさんの行動には、本当に親切で勇敢な人たちだね。素晴らしい映像だ。本当にカンガルーがお礼をしているように見えるよ。など、称賛の声が上がりました。ニックさんの勇敢な行動によって、カンガルーの命が救われて、本当に良かったです。まるでカンガルーがお礼をしているかの姿に、心が温まりますね。
ちなみにカンガルーは本来泳ぎが得意な動物ですが、このようにうまくいかないこともあるようで、以前にも西オーストラリア州の海で溺れかけていたカンガルーが救出されたことがありました。ボートに乗って釣りを楽しんでいた一家が海を泳ぐ一匹のカンガルーに遭遇しました。父親がカンガルーは泳げることを知っていたため、一家は遠くから観察していましたが、よく見るとそのカンガルーは溺れかけていることに気づきました。救出を試みた一家はボートで近づくと、カンガルーの頭をつかみ岸まで運んで無事に救出しました。オーストラリアの西オーストラリア州デンマークにあるウィルソン海峡にジョン・テイラーさん一家が遊びに訪れていました。ボートに乗って釣りを楽しんでいたところ、遠くの方で黒カンガルーが泳いでいるのを発見しました。オーストラリアの自然保護団体によると、カンガルーは泳ぎが得意だといいます。捕食者から逃れる際には水へ飛び込み、犬かきのように泳ぎ、逆に相手を水の中で溺れさせるという手段を取ることもあるそうです。泳ぐカンガルーを見たジョンさんの娘は溺れていると勘違いし、どうやって助けたらいいとジョンさんに尋ねたそうです。しかしカンガルーが泳げることを知っていたジョンさんは、カンガルーは泳ぎが上手だから大丈夫だよ、と答えました。ところが観察を続けるうちに、カンガルーは頭を水面に出していられないほど疲れ切っていることに気づいたそうです。ウィルソン海峡は場所によっては深さ5メートルほどあり、比較的小さいサイズのこのカンガルーが広い海峡で溺れてしまっては助かる見込みはないでしょう。そしてジョンさんの娘の早く助けなきゃという声で、一家は救出を試みることにしました。ボートでそのカンガルーに近づくと、ジョンさんが身を乗り出してカンガルーの頭を支えました。カンガルーは暴れることなく目を閉じて、ジョンさんに身を任せています。ジョンさんはカンガルーの頭を捕まえたまま、ゆっくりとボートを岸の近くへ進め、浅瀬でカンガルーを離しました。カンガルーは疲れ切っていたようで、ゆっくりと岸に上がると、呆然とした様子で、ボートの上にいるジョンさん一家を見つめていました。今回のカンガルー救出について、ジョンさんは、ボートに乗ってカンガルーを助けるなんてことができるのは、オーストラリアに住んでいる人だけだろうね。今まで釣りのボートに乗って捕まえてきたものの中でも、トップを争う面白いものだよ。子供たちもその日の午後はずっと今回の出来事について話していて、いい思い出になったよ。と話しています。野生の生き物でも、時に人の助けが必要なことがあります。いざという時に行動できることは、とても素晴らしいことだと思います。そんな優しさは、とても大切なことですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。